日本で「よー」っていうのはかなり砕けた男性言葉なんですね。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。私自身は日本人ですが、もう台湾に住んで十数年経つので、自分がだんだん台湾化してきたなと思う部分と、やっぱり何年海外に住んでいても自分は日本人だなと思う瞬間と両方あります。今日は特に無意識のうちに台湾人になってきたなと感じる部分をシェアしたいと思います。もちろんこれは私個人の経験です。ですから台湾人はみんなこうだとか、日本人はみんなこうだとか、こういうことが言いたいわけではありません。ぜひその辺はご理解をお願いします。まずほとんどの日本人が台湾に来てすごくびっくりすることは何かというと、バイクの数ですね。少し前に同じく台湾に住んでいらっしゃる大輔さんと台湾の交通についての話題で盛り上がりましたよね。私も台湾で最初にバイクの大群を見た時にはすごくびっくりしました。日本ではこんなにたくさんバイクに乗っている人たちが同じ場所にいるというのは、大抵暴走族の人たちなのかなと思ってしまうんですね。もちろん日本にもバイクはあります。そして私も日本にいた時からバイクに乗っていましたが、割合としてはやっぱり車の方が多くて、バイクに乗っている人は多分少数派だと思います。ですからバイクに乗ること自体は私にとっては全然珍しくはありませんが、バイクに乗る時の習慣が一つ変わりました。まずバイクに乗る時、上着を逆さまに着るのが普通になったということです。どういうことなんでしょうか。これはつまり台湾はすごく雨が多いので、レインコートを着ている人が多いですよね。こういうレインコートなんですけど、台湾で多いのは黄色とか青とか、こういう目立つ色のレインコートが多いんですけど、私はこの黒いレインコートを使っています。で、普通レインコートっていうのはこういう風に着ますよね。ですごくレインコートが大きいっていうのも台湾のレインコートの特徴だと思うんですけど、大きいおかげで後ろにリュックサックを背負ってもその上からレインコートを着ることができるほど大きいんですね。で、普通はこういう風に前と後ろっていう風にこういう風に着るのが普通だと思うんですけど、最初台湾に来てびっくりしたのは、時々このレインコートをこういう風に前後逆に着ている方がいらっしゃるっていうことなんですね。もちろん台湾の方全員がこういう風に前後逆に着ているっていうわけではないんですが、日本でこのような着方をしている人を見たことがなかったので、最初すごくびっくりしました。最初のうちはもしかするとあの人レインコートの前と後ろ間違えて着ているんじゃないかな、教えてあげた方がいいかなと思ったりもしました。でもあの人もこの人もみんなこんな風に逆に着ているので、これはわざとやっているんだなっていうことに気がつきました。もちろん台湾人の 100% がこのような着方をしているわけではないですよ。でも最初はこの前後逆に着るっていう着方がすごく変だなと思っていたんですが、一度自分がやってみると、この着方をすると着る時間がすごく短縮されるんですね。ここのボタンやジッパーをいちいち閉めなくても、こうやってやるだけですぐに着ることができるということで、短い信号待ちの時間でもさっと着ることができます。で、このように着ると日差しが強い日でもここの部分が、首ですね、首の部分が日に焼けにくくなりますし、で、暑い日でもこの背中の部分は開いているので風通しが良くて蒸れないんですね。また暑いからといって、もし普通にこういう風に着て、そして前のボタンを開けたままにしていると、実際にバイクを運転した時にこの背中の部分が
風船みたいに膨らんでしまうんですね。でも前後逆に着ることによってこの背中の部分が風船みたいに膨らまなくても済む。つまり着る時間が短縮できるし、背中が風船みたいに膨らまないし、風通しもいいということで、この着方はすごく気に入っています。もちろん大雨の時にはちゃんと前のボタンを閉じた方がいいと思いますけど、小雨の時だったらこの着方で十分なんですね。ではもう一つ、私が台湾人になってしまったなと思うのはジージャオ、またはフォンジョアとも言いますけど、このジージャオ、つまり鳥の手の部分、足の部分と言ったらいいのかな、これを見ても怖いとは思わなくなって、逆に美味しそうだなと思っている自分に気がついた時です。日本にいた時にはこの鳥の足の部分が売られているのを見たことが一度もありませんでした。もしかすると日本ではこの部分は捨ててしまうのかもしれませんね。もちろん鶏ガラといってスープを取る時に使うこの骨の部分は売っています。でもこの鶏ガラ、骨とかいらない部位を集めた鶏ガラの中にも足の部分は普通含まれていません。ですから多くの日本人にとってこの足の部分を見るのは結構ショッキングなことなんです。しかもまさかその部分を食べるなんて想像もできないことなんですね。でも今の私にとっては確かに見た目はグロテスクですけど、味は美味しいし、なんといってもコラーゲンが豊富なので女性にとっては肌にいいという嬉しい効果があります。ですから私はこの鳥の足の部分が大好きです。もう一つの自分が台湾人になってしまったと思う瞬間は、自分の名前を呼ばれた時によーと答えてしまう自分に気づいた時です。最初台湾の人たちが点呼する時に名前を呼ばれた人がよーと答えているのがすごく不思議でした。私自身は日本の大学で中国語を勉強していました。この授業の中で自分の名前を呼ばれたら必ずだと答えるようにと教えられていました。でも台湾に来たらみんなよと言っています。日本でよっていうのはかなり砕けた男性言葉なんですね。英語で言うと Hey you みたいなそういうニュアンスの言葉になるので、点呼された時に先生とかに自分の名前を言われた時によっていうのはすごく失礼な感じがしました。もちろん日本で日本語で自分の名前を呼ばれた時にはどのように答えますか？もちろんはいですね。で、私がすごく不思議だったのはよーっていう言葉は3声ですよね。中国語の3声なので、名前を呼ばれてよーって言うんだったらまだ理解できるんですが、皆さん4声でよーのように答えられるんですね。それがすごく不思議だったのでいろいろと調べてみました。で、この情報は正しいかどうかわからないんですが、ある情報によるとこのよっていうのはロシア語から来ているということでした。昔孫文さんっていう人がロシアの軍隊の点呼の仕方を学んだ時のその方法を採用したらよになったということなんですね。インターネットの情報なので真偽のほどは分かりませんが、この情報を見た時になんとなくなるほどと納得しました。それ以来は自分の名前を中国語で呼ばれた時にはよと反射的に答えるようになりました。例えば病院の待合室とかですね。はい、わかりましたか？今日は私が台湾に来た時にはあまり馴染みがなかったけれども、長く住むにつれてだんだん無意識のうちに真似をするようになった3つのことについてシェアしました。じゃあ皆さんはもともと慣れていなかった他の国の習慣とか文化の中でいつの間にか慣れてきて自然にそのことをしてしまうようになったという経験がありますか？もしあったらコメントでシェアしてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。